全国の皆様、こんにちは。日本戦略研究フォーラムで私たち自由民主党の有志が毎月第3水曜日の夜に安全保障について勉強会を重ねています。今日の山水館チャンネルは、私参議院議員の有村春子が一緒に、事実上戦友ですね。戦友になっていただいた大木正一、去年まで国土地理院の委員長をされていた私の戦友の大木さんとともに、日本の島の数、今まで6852というふうに認識されていたんですが、それが突如14,125になったということの経緯や謎に迫っていければありがたいと思います。大木さん、今日はありがとうございます。どういたしまして、お呼びいただきありがとうございます。何者でいらっしゃるんですか？いや、もう、測量士37年って感じですね。測量一筋でやってきました。日本の島の数、1300年前の古事記にはですね、日本は屋島の国と言われてきたんですよね。8つの島々からなる国と、神話から言うとイザナギの御事とイザナミの御事が天から大きな矛を海をこうかき回してですね、そしてその矛先の雫が垂れて海の潮が堆積をして最初に日本の島ができた。それが淡路島ですね。国海電鉄ですね。淡路島と本州と九州と四国と、そして一番島が多いのが長崎県なんですが、壱岐、対馬、そして竹島のある沖ノ島、そして新潟県の佐渡島、この8つがもともとの屋島の国、日本の国の国土だったという神話から始まってますね。そうですね。いわゆる雅称、雅な称号と言いますけれども、最初から日本の国は数を数えていたとも言うことができると思います。なるほど、なるほど。8つというのは文字通り8っていう意味と同時に、八百万の八とか八百屋さんの八とかですね、多くのという意味も8という言葉には含まれていると言われています。実はその日本の島の数は6852というふうに思われていたんですが、私の国会質問からこれが実際には14,125の島々からなる日本の国土だということが判明をしました。日本は6852の島々からなる海洋国家です。島が存在していることによって、我が国の排他的経済水域が形成され、人々が安心して島に住むことで、日本の領土、領海が保全され、国境や漁業権が守られていることを考えれば、島の数を正確に把握し、所管することは国益に関わる大事な行政です。では、沖縄に島はいくつあるのでしょうか。沖縄県のホームページには、160の島々が点在すると記述されている一方、海上保安庁調査に基づく政府見解では、沖縄の島の数を363と発表しています。現在、島の数え方にダブルスコア以上の乖離が生じています。海洋国家日本の領土領海を守り、また国際法で担保されている我が国の排他的経済水域における権益を維持するためにも、私はこれまで政府発表と地元自治体で公表する島の数に大きな乖離があることは健全ではなく、見解を一致するべきだと幾度となく訴えてまいりましたが、正式な回答がなかなかいただけません。そこで沖縄県は一体いくつの島から構成されるのか、政府の確立した最終統一見解を総理に伺います。沖縄県に所在する島の数についてお尋ねがありました。ご指摘の沖縄県ホームページの160の島々との記載は、面積1ヘクタール以上の島の数を記載したものと承知をしております。一方で、海上保安庁においては、外周 0.1km 以上の島嶼数を調査し、沖縄県の島嶼数を363としており、この数字を政府としては幅広く用いております。いずれにしても政府として領土・領海を守り、排他的経済水域における権益を維持するため、引き続き政府一体となって、国境離島の状況把握等にしっかりと取り組んでまいります。その
綿密な島を数えていただいたのが国土地理院だったということなんですね。はい、でも国土地理院ってお世辞にも華々しいそういう部門ではないですよね。そうですね。どんなことされてるんですか？小学校の頃には、はい、地図帳に、国土地理院と出たり、社会科でですね、地図を作ってる役所はどこでしょうと、クイズになったりするようなことで、ネームバリューは、一定あるかとは思うんですけども、実際にどういうことをしているかですとか、華々しく活躍する姿というのはなかなか目にされないので、若干謎が多いところかもしれません。日本戦略研究フォーラムあるいは山水会の皆様は安全保障に対して関心が高い方々が、やっぱり集まっていただいて、私たちも、その任に頼るように頑張りたいというふうに思ってきましたけれども、今日の限られた時間ですが、測量とか国土とか主権を守る上でその正確な地図、国の形をちゃんと誰よりも正確に的確に理解をしておく、そしてそれを国民で共有をしておくということがどれだけ大事かっていうことのお話になればありがたいですね。嬉しいことですね。はい、よろしくお願いいたします。そもそも島の数が今までと倍増したということですが、実はこれ、5月15日、沖縄が、20万人の戦死者が出た沖縄で18万8000人が邦人でございます。1万2000人がアメリカの米兵でした。その後、日本が敗戦を喫してからも27年間米国の統治下に置かれたその沖縄の復帰50周年をちゃんと日本の歴史として日本が政府とそれから沖縄がちゃんとその50周年の式典をすべきだという提案をしてた時に沖縄の島の数を数えてたんですね。そうすると沖縄が我が県には島が160あるといい、そして政府は363あると、誰に聞いても沖縄県にある島の数が確定をしないということで、誰に聞いても正確な数を教えていただけないので、では政府に日本国の最終統一見解として沖縄の島の数を内閣総理大臣に聞きますよと言ったのが国会質問、本会議ですね。参議院の自民党を代表しての NHK 全国中継があった本会議でした。にもかかわらず総理大臣岸田総理までいやいや沖縄には島が160あると沖縄県さんはおっしゃり、私たち日本政府は363あると、結局同じ行政なのに政府と沖縄県の言う島の数がダブルスコア以上違ったんですよね。そこで私はちょっと正直申し上げますが、国土地理院の幹部の人たちと海上保安庁の幹部の皆さんに内閣総理大臣というおよそ日本の生命と財産と国の尊厳と主権を守らなきゃいけないトップの口をしてその正確な島の数を明確に最終答弁をいただけないということはどういうことかと、総理に対して申し訳ないと思わないんですかという話しましたね。どうぞどうぞ。はい、確かに私ども国土地理院は領土の明示というものを一つのミッションにしておりますので、はい、非常に重たい問いかけだったと思っております。国会議員にですね、島の数すら数えられないのでどうやって独立国家の領土を守れるのかと相当私申し上げましたね。はい、総理に皆さん申し訳ないと思わないんですかと。やはり総理答弁というのは、この担当部局からどんどんその正確にまた権限があるところまで最終確認をするんですが、そして政府の最高統一のコメントが総理大臣から出るんですが、そこで統一できなかったと。あれ悔しくなかったですか？やはり非常に基本的な数字ですので、それが国家として、統一的なものがないということはやはりこれは何とかしないといけないということはおっしゃる通りだったと思います。私は総理大臣が日本の沖縄の島の数を正確に言えるだけの各省庁が集まってないということに衝撃を受けました。そして今から数年前ですが、大木さんも職員でいらした国土地理院と海上保安庁の幹部皆さんに、これじゃあ日本の領土は守れないと言って悔しい思いをされたと思います。皆さんは悔しくないですか？私はむちゃくちゃ悔しいということをぶつけたわけですが、それから鉢巻きを巻き直してくださったんですね。はい、
組織を挙げてという言い方が適しているような、そういう状態になりましたね。どんなことされたんですか？やはり数え方というのは何を資料として、その国の姿を数えるか表すかということだと思うんですけども、公的な地図が、国家が作る地図というのはやはり国土地理院の陸の地図、あと、海上保安庁さんの海の海図というものがあるんですけれども、日本を覆う統一的に、規画が定まって縮尺が同じっていうのは国土地理院の作る地形図のみなんですね。それが国家としてオーソライズしている地図ということになりますので、これをやはり基本にするべきであるということで、その中から島という定義を国際的にきちんとしたものを作ろうということで、先生とご相談をしながらですね、数え上げていくという作業をしたわけです。なぜ6800からオーダーが14,125になるのかというのは、事実上今までは国土地理院がその権威を持つという責任を持つということではなくてですね、昭和の時代にですね、海上保安庁が船の座礁をしないように、海の視点からどこに島があるかっていうことを便宜上数えておられたんですよね。それが使いやすいということになって、事実上いろんな公的なところで日本の島の数が6852と認識をされてたんですよね。そうですね。国土地理院として正式発表はしていなかったということもあるんですけれども、海上保安庁さんの方で研究的に、数えてみたと。それはいろいろな縮尺がある海図をもとにということもあるようなんですけれども、当時の資料もなかなか残っていなくてですね、どのように何を数えたかということからまずよくわからなかったんです。なので出発点として、数え上げる時点の国土地理陸の地図の、島は陸ですので、陸の地図の同じ、規格のもので、数え上げるべきだろうということで、ある意味やり直したという言い方ではないのかもしれませんけど、最新の値を数え上げるということに、始めるということをさせていただきました。はっきり言って、その全国のそれぞれの地図やその測量のデータを何冊も私の事務所で見せていただいて、結局今回のことで何が確立したかといえば、何を島と数えるのかという数え方が、明確に定義されましたね。そうですね。まずそこをはっきり決めるということを出発点にいたしました。で、その島の数の定義は実際には小さな岩も含めて、全国で12万を超える岩や島があるにもかかわらず、あるという言い方が適切かどうかはわからないんですけれども、私どもの地図に記載されるようなものはおおむね12万の島というか一つ一つの領域はあるということは確認されていたんですけども、では島の定義というものをどうしようかということと、それが島として胸を張って言える制度とその文化度を持つというところでの線引きというところに若干頭を悩ましたところがございます。なるほど。もう本当にちょっと基本のおさらいでございますが、国家をなす3要件と言われるのは、まず私たち国民が存在すること、そして国土が存在することということでございますが、その国土っていうのは実際何からなりうるかというのは、まずは領土、そして領海、そしてその領空というこの3つを合わせて領域というふうに言いますが、ちょっと難しい概念なので、もう国土とその国のランド、ホームランドでございますね。国土地理の名前にあるそうですね。国土交通省もそうですね。まさにホームランドということでございますけれども、あとは主権が存在することということで、大木さん、私自身はね、主権在民とか国民主権って言われますけど、主権ということの概念の本当に意味することと、それからそれを守ることの大変さ、尊さ、もう本当に自衛官も日々主権を守るために、日本の国土と国民を守るために活躍をしてくださっているわけですけども、この主権というのをもっと分かっていただくことが日本の守りを確かにすると思っているんですが、そういう意味では大木さん、地図は国家なりとおっしゃってますよね。
そうですね。最近書いたものに、体感してからですけれども、そういった地図は国家なりという名前の書き物を一つ書かせていただきました。ここを守っていく、国土を守っていくというためには、まず日本の国土が一体そうです。どういう島々から成り立っているのかということを正確に把握することは大前提ですよね。まさにその通りですね。では守るべき領土はどこなのかということが、場所に行けば分かるのかもしれませんけど、はい、それを共通的に理解しようと思うと、どうしても地図、図面という形になって、初めて国民の皆様の共通のイメージが出来上がると思ってますので、そこに国土地理の使命があると私たちは考えておりました。実は戦後は国土交通省ということですけれども、もともとはこれ軍と深い関係があった、もっと遡れば、明治の2年ぐらいからまずはその地理情報を集めることから当時のその藩ではなくて、国家ということを考えるようになった。その頃からじゃあ私たちのホームランドは藩ではなくて国家で、まさに国家の行く末と自らの生存を重ね合わせて全力で生きていった近代国家を作る明治という時に、その最初から測量とか地図の作成っていうのはまさにその近代国家の基本なんですね。もちろんそうですね。明治2年が、はい、国土地理のもともとの出発点だというように考えているんですけれども、はい、それは民部官という、今でいう内務省、の言葉で言えば内務省のようなところに、はい、戸籍地図係というものができたんですね。戸籍地図係、まさに国民はい、とを規定する、国民がいる、はい、でそし戸籍があて、る、地図がある。地図があると、はい、そはあ、れをなるほど。一つにして、まずそこを明確にするというのが明治国家の出発点だとそれが言えると思います。国家そのものだと。はい、そしてあれですよね、明治政府っていうのはその幕末からですね、不平等条約を列強と結ばされたと、そして日本の主権がなかったというのを平等にしていくために、電波と起こし工業を起こし、そして、軍隊を組織しというそういう国づくりをしていったわけですけれども、まさにその原点なんですね。そうですね。国土地理の現在の仕事とは少しずれるところもあるんですけども、はい、あの、いわゆる、土地に関してはですね、地籍を明確にするということで、まず国民の持つ土地の権利ですとか、その誰の土地なのかということを明示するということと、多くの国はそれセットで、やっています。それは軍備その他のための、国のための税収をしっかりと平等に保つこと、測量というのはそのためにも使われるんでですね、やはり戸籍に対する地籍、そのための測量、また領土のことにありますけれども、はい、領土を明示して、ここが我々の国家の範囲なのだということを内外に示すということが、地図の持つ重要な機能だということを認識していただければありがたいと思っています。今でも戦争や紛争というのが残念ながら世界で起こってますけれども、その戦争が起こる、その何をめぐって戦争してるかっていうのは結局は境目じゃないですか。国境線をどの辺に引くかという我が領地と、それから相手の領地をどこでやるかっていうのが戦争が起こり、また戦争を解決する上で国境を確定させるっていうのは極めて大事な、極めて重要なことになります。それをめぐってほぼ多くの戦いがなされますよね。そうですね。領土領域の範囲というのは、はい、やはりパワーバランスが変化するときに、その領海を、境界を、移動させるという、どうしても、インセンティブだったり、そういうバランスに合ったところというところに動きがちなんでですね、はい、そこを強固に固定するといったことは、それはもう力を持って守らなければいけないといったところを含めてですね、そこが戦争という形で現れることもありますし、きちんとした条約を、合意するということをもって安定した国境を守るということは国家にとって非常に重要なことになります。今領土問題いくつか抱えている日本なんですけれども、実効支配と有効支配の違いというのはどのくらい意識されるものでしょうか。
そうですね。やはり本来、これは外務省の所管になるのかもしれませんけど、はい。領土の確定というのは条約なり、両方の国家の意思によって行うものであって、そこが逸脱することになると、そこは実効支配が条約の範囲を変えているということは、日本に限らずですね、どこにでも起こってやはり紛争のもとになるところになります。なるほど。またとすると、そうですね平和の条件としては、はその国境線、境がですね、国の境が両国あるいは関係当事国でちゃんと認識をされて尊重されるっていうのは平和の具体的な状況ですよね。平和な状況、もしくは平和でないと、そういう状況が安定的にできないということは言えるかもしれません。まあごめんなさい。えはい。一つですね、今私たちは陸の国境というのはあんまり意識できないわけですけれども、樺太の南部が日本であった時ですね。南樺太。はいはい。その時には国土地理の前身であった陸測量部の測量官がですね、その国境の位置を定めるための測量をロシア側と共同して行って、そこで境界石を、境界の石を置いてですね、またオホーツク海から海から海までですね、幅10メートルで、切り開いて線を地上に明示するといったことも陸測量部が関わった事業として、非常に、ある意味ちょっと誇らしい気持ちを持てる作業だったと言えると思います。まさに当事国の中で、はいここが線なんだということをまずは明確にして、そしてそれをお互いに尊重し合うというのが、平和を作っていく、あるいはその紛争にならないための大事な営みですね。そうですね。50度線にはい。片側が菊の御門、うん片側がハプスブルク家の紋章といった石を定めて、両方でそれを尊重していこうということが出来上がったわけですね。今日本にも領土問題いくつかありますけれども、例えば実効支配というのはその双方の当事国の理解が共有されていないと、まだ係争中であるというところを正当性が必ずしもないけれども軍事力を持って事実上そこを占拠してしまっているような状況を、実効支配と言います。ですから、我が国固有の領土の北方領土や竹島を事実上他国が実効支配をしているような状況を元に戻さなきゃいけないという、そういう領土問題を抱えています。その一方で、沖縄県の尖閣諸島には他国と解決すべき、領土権の、紛争はありません。さまざまな問題を抱えてますけども、それは他国と解決すべき領土問題ではない。現に一回も他国の領土になったことがない尖閣諸島を現に我が国が正当性を持って、有効に支配しているということで、その正当性があるところの我が領土領域を統治していることを、有効支配ということもご報告させていただきたいですね。まさにですね、はい。国土地理、つまり国家の作る地図というのは、実効支配を示すものではなくて、はい。国際法上正当な範囲はここであると。でここまでが我が国が国際的に認めうる範囲であるというところを地図に表現すると。そういうことはもう揺るぎない条件として作業したということは言えると思います。なるほど。我が国固有の領土をその通りですね。有効に支配するためのその正確な情報を国家として信用力を持って明示するということなんですね。この主権に関しても何かおっしゃっていただくことありますか？そうですね。主権はいろいろなこの3つの並べ方があるんですけども、別の言い方をすると統治機構を持っているということも一つになるんですが、その統治、つまり地図を作るというのは統治行為そのものなんでですね、この主権を実際に行使するために機能する統治機構の一つとして国土地理が存在すると。そういったことはこの中に含まれるかと考えております。ここすごく大事でですね、戦争をしてドンパチするだけが日本の領土や主権を守るという話ではなくて、まさに主権というのは政治の在り方、統治の在り方を決める権利、それが国民に属するということで国民主権と言いますけれども、もう一つの主権という意味は
他国から支配や干渉を一切受けずして自国を統治する権利が主権でございまして、その主権、最高の統治権ですよね。この領域全体を統治する権利の具体的な方策として、そこの測量をする、そこの地図を作る、その島に命名をする、そしてそこの漁業をする、そこにいる人たちの租税、税金を取るとか、そういう手入れをしているということ自体がそこをちゃんと統治しているんですよという実績なんですね。その通りです。逆に言うとですね、はい、では他国を、相手方の了解なしに測量するといったことを考えていただければ、それがどれだけ重大なことかと分かっていただけると思うんですね。それは侵略行為の前哨戦であり、スパイ行為でありということで、例えば某国では、自国の中で他国が測量した場合には、そこの国の国土地理院相当機関は逮捕権を持っています。なるほど。それだけ許可なく測量するということはやってはいけないこと。特に、国土地理院は測量のための基準点などを置いていますが、他国にそれを置けるのか、他国に置かれているのかということを想像していただければはっきり分かると思うんですね。なるほどなるほど。今すごく大事なポイントをおっしゃってて、6852の島々が14,125になったということですけれども、それは準拠したのは国連海洋法条約アンクロスにもちゃんと準拠したというのを35年ぶりに島を数え直したということですよね。その通りです。で、その国連海洋法条約ではこの領海ですね、領海はごめんなさい、他の国の船は無害通行であれば通っていいんですよね、どこの国の領海であっても。でもこの無害通行じゃないというのを国連海洋法条約で明確に決めていまして、その明確にこれは、無害の通行ではないよっていうのが沿岸国の許可なくして船からヘリコプターや航空機を発着されること、着艦させること、そしてその沿岸国、主権国の許可なくして測量をするための調査をすること、それもその沿岸国の国家の統治、主権を脅かすのでやってはいけませんということを明確に決めているんですよね。ですからそういう意味ではこの間の尖閣諸島周辺でですね、中国が日本のその排他的経済水域あるいは領海においてですね、その海警局の船からヘリコプターを発艦させたということ自体が国連海洋法条約国際法違反だし、日本国の主権統治権を著しく脅かすものだという、そういう主張をしていかなきゃいけないですよね。そうですね。海には海の世界、陸には陸の世界があるわけですけども、まさに主権とは何かということに直結するんだと思います。のでそういう意味では主権という言葉は皆さんよくご存知ですけど、主権というのは本当に独立国がそこを他国に一切干渉されずに統治する権利、これを守っていくっていうことに頑張っている人をやっぱり大事にしていきたいですね。それは自衛官であり海上保安官でありということですね。それに測量をする、国土地理院の職員も含まれていると。領土主権間でですね、そういう領土を守っている人たちということで、比較展をしていただいたことがあったんですけども、その時には国土地理院の職員もそのポスターの中にきちんと入れていただきました。とても嬉しいことでした。そうですよね。その物理的に守るっていうだけではなくて、守るべき領域がどこなのかっていうことを人知れず測量して、地図も生まれてすぐできるわけじゃなくて、地図を作ること自体が大変な労力なんですよね。洞窟の中に入って離島で、当然貨幣経済が通じるところじゃなくて、トイレもなくて、冷蔵庫もない中で洞窟の中に入って、動物からの危害やあるいは虫に刺されながら測量するんですよね。それがですね、大昔の話ではないんですね。私と一緒に働いた先輩が、離島作業をすると当然宿とか全く無人島にありませんから、洞窟を宿にして作業したということを本当にほんの5つ6つ上の
先輩はそのような作業をまさにしていました。鳥獣の被害もありますしね、やっぱりリスクのあることですよね。北海道のような獣、熊の出没するところでは、猟銃を持ったハンターの方と一緒に山に分けるといったことも現実に行っています。そうですね。今お話があった領土主権館、東京の虎ノ門にあるんですけれども、この度リニューアルをしまして、北方領土、竹島、尖閣諸島について学べるんですが、他国が事実上我が国の固有の領土を実効支配している北方領土、竹島に比して、沖縄県の尖閣諸島には領土問題が存在しないと。数々のその環境の課題とかはさまざまありますけれども、他国と解決すべき領土問題は存在しないのに、領土間にその尖閣諸島が入っていたら解決すべき領土問題があるかのように見えてしまうので、名前も領土主権館なんですよね。我が国がちゃんとしている統治をしている尖閣だということで、領土主権館と館ができた時に、これは実は同僚の新藤義孝先生がネーミングを考えられたんですが、その主権の重要性ということを言われています。で、領土主権館、すごくいいもので、これを全国で移動展示館をしてほしいというふうに私がリクエストさせていただいたんですが、つくばにいいものがあるんですよね。はい、どうぞ。これですね。はい。先生の発案で、はい、東京にだけあると、日本中の方々に、その領土主権の大切さを伝えきれないのではないかということで、地方巡回をしようということに、提案があったんですけども、そのうち首都圏でもつくばに、国土地理のですね、地図と測量の科学館というものがあるんですけども、そこで、少し前になりますけれども、領土館と、領土主権を考えるという、特別企画展を巡回展の一つとして開催させていただいたということで、ご紹介したいと思います。そうなんです。関東圏だけ領土主権について勉強できる、ただで勉強できるというのはもったいないということで、最初の移動展示展はですね、石垣市でやっていただいたんです。尖閣諸島を所管するですね、それ各地でやるんですが、入場無料ですし、公のスペースがあったらぜひおっしゃっていただきたいと思います。なかなかあれですよね、修学旅行とかでも見てほしいですよね。たくさん修学旅行や見学旅行のお客さんもいらっしゃっています。で、領土主権館と同じぐらい面白いのがですね、この院長、去年まで院長されていたつくばにあります地図と測量の科学館ということで、本当に大きな日本地図が歩いてその上に身を置けるんですよね。で、皆さん測量のために頑張っておられる女性の測量士の方もいらっしゃいます。ちょっと若いですね、この写真ですね。はい、ありがとうございます。領土といえば、なんで大木さんやリムラがこだわるのかということでございますが、私初当選24年前なんですけど、先輩からこういう言葉を教えられたんです。領土の一部を失って黙っている国民は領土のすべてを失う危険を負う。領土の一部を失って黙っている国民は領土のすべてを失う危険を負う。ドイツの法哲学者イエーリングの言葉なんですけど、そういう意味では領土問題とか主権に思いを致してくださる国民の層を3ミリでも30センチでも厚くしておくことが、平時において血も一滴もいらん、銃も一発も出ない最も平和的な安全保障、日本の国のを守りなすですね、大事な価値だと思ってるんですが、その第一人者なんですね。私が第一人者というか、国土地理にはその機能があると。でやはり、上の方から引き継いでたのはですね、残念ながら地図を作っても領土にはなりません。ただし、当時のその時々の国家がですね、公的、活動として作った地図の範囲というものが、もし本当のところより狭かったら、それは相手国側の、つまり領土を失う原因になると。なので、領土の全体を網羅する地図はそのために必要なんだと教えられてきました。で、その同じ時期に蛍の光の3番4番でも、
千島の奥も沖縄も、屋島のうちの守りなり、屋島のうちの守りに千島の奥も沖縄も、これが日本の国土なんだっていう文部省唱歌ができてるんですよね。ですからやっぱりボディサイズがどこからどこまでなのかっていうことを考えること自体が近代国家を作り、現在の国土を守り、そしてその国境をしっかりと尊重されるような国際社会の中での日本の主張、各国の主張を尊重し合える国際秩序を守っているということになりますかね。やはりその歌はお子さん方の教育のためという、そういった機会を捉えてということになろうかと思うんですけども、実は国土地理院が作成している一番広い範囲を1枚で覆う地図は全領土を含んでいます。で、先ほど言いましたこの領土主権をいろいろプロモートしていらっしゃる内閣官房の領土主権対策企画調整室、そちらと共同でですね、全国の学校に、その全領土をカバーしている国土地理の地図を配布して、きちんと張り出していただくということも以前活動したことがございます。地理の時間に習うとね、どこの地でこの地名をっていうので、ちょっとしんどい暗記の科目だなっていうふうに思ってきましたけど、地図自体がその国土を守るという大事な目的があって、平和を作り固め出していくっていう大きなメッセージというか土台を作っていただいているという、そんなご認識をしていただければありがたいなというふうに思います。6月3日は測量の日だと伺いましたけど、もうじきですね。なんでですかこれは？測量を行うのやはり法律に基づいて精度正確性を担保するといったプロセスが必要になりますので、そういったプロセスをきちんと法律で定めて、いわゆるいろいろな法手続きですね、そういったものを明示した測量法という法律があるんですが、それが公布された日が6月3日だったんです。なるほどなるほど。測量をするというのは今日のお話でもありましたけれども、それ自体が統治行為で、そこをちゃんと領土として統治してますよという集積になると、それを脅かすのは他国の平和と主権を脅かすことだという認識を広めていきたいですね。今日は私の一緒に日本の島の数6852を本当に国会で仕事をさせていただいて質問ができたからこそ、何回も何回も一緒に膝を交えて日本の島の数、定義を考え、そして発信をしていただきました。その時の大事な職員でいらっしゃいます、去年まで日本の国土交通省国土地理院の院長でありました大木正一さんと一緒に対談をさせていただきました。領土と測量と、そして日本の主権に思いをいたしていただく皆さん、引き続き日本の未来のために応援していただければありがたいと思います。今日はありがとうございました。